昨年の11月末に日本から中国に渡航する際にビザが必要なくなり、気軽に行けるようになったので、温律連閣に行きたいという気持ちと、中国は一体どういう国なんだろうという興味が湧いてしまったので中国に行ってきました。今回の旅行のスケジュールはこんな感じ。5月初旬は日本ではゴールデンウィークにあたりますが、中国の方でも同じく大型連休である労働節にあたるので、ホテルと航空機のチケットはかなり早い段階で予約をしました。当然ながらこのタイミングでは温律のチケットが手に入るかは未定、完全に博打で予約しています。チケットの購入はダーマイというアプリを使用。以前までは中国の電話番号が必要だったのですが、最近は日本の電話番号でも登録が可能になっているので、やる気があれば日本からでも温律のチケット入手はやろうと思えばできます。渡航の際、携帯回線が実質的な生命線なのでデータ SIM は必須。今回は、チャイナユニコムの30日15プラス 2GB、1900円のデータ SIM と、コラボショップの予約と、個人的に中国関連のサービスの登録には、中国の電話番号で統一したいという気持ちがあったので、月額498円の音声&データ通信のチョコ SIM を購入しておきました。ただ、単に中国でデータ通信がしたいというだけならばデータ SIM だけで十分です。また、渡航前の準備として、アリペイと WeChatPay の登録もしておきました。中国の方はほとんどが電子決済となっているため、こちらの登録は必須。実際、現地は一切の現金を使うことはなく、両替もしませんでした。ただ、他の旅行動画などでは、どちらかしか使わなかったという話もありましたが、どちらかしか使えない店舗があったり、片方だけエラーを吐くといったこともあったので、両方登録しておく方がいいというのが率直な感想。移動に関しては上海のほとんどの場所をカバーしている上海地下鉄が中心。路線は現段階で20程度、駅は400以上ありますが、路線は番号で表記されている上、各駅の乗り口には停車駅が書いてあるので、慣れればそこまで難しくはないかなといった印象。ただし、今回は労働節期間中だったことから、夕方に特定の駅が封鎖されるということがあったので、このあたりは事前に調べておかないとあたふたしそうな要因でした。地下鉄もアリペイと WeChatPay で乗ることができるのですが、今回は大陸ドクターからいただいた交通カードのみ使用しました。万が一、スマホが使えなくなっても最悪交通カードがあれば、ホテルには帰ることができるので、それの保険という感じ。なお、上海地下鉄は初乗り3元、6km 以上は 10km ごとに1元ずつ追加されていくという破格の安さなので、旅行中は毎日地下鉄に乗っていましたが70元程度しか使用しませんでした。旅行中は温律の他にも上海の中心付近にある民来の庭園である豫園に行ったり、ガチュウ人の雰囲気を感じられる水郷の町である蘇州に行ったり、さすがに連休中は人が多すぎて夜には行けませんでしたが、ワイタンに行ったり、上海の夜景の中を歩いたり、ニコを聞きながら上海ガニを食べたりと、一緒に中国を旅行した方たちのおかげでアークナイツ以外も充実した旅行となりました。ただまあ、今回はあくまでもアークナイツをメインにして中国に渡航したので、アークナイツ関連以外はこの程度にしておきます。なお、投稿者は旅行系動画投稿者だったりするわけではないので、映像がボケたり揺れたりする点はご了承を。まずは上海地下鉄の西安寺駅に展示されていた武器などから、最初は5月1日の昼頃に行ったのですが、さすがに人が多すぎたので、今流れている映像は5月3日の始発に乗って再チャレンジしたもの。西安寺駅は2号線、7号線、14号線が乗り入れる駅ですが、旅行中は多用していた2号線の始発が最も早かったことから、運よくほぼ人がいない状態で動画を撮ることができました。今回の展示内容の中心は当然ながら大陸版6周年イベントである主上行機。なお、今回展示されていた武器はこれまで1回も公開されたことがなかったもの、つまり全て新規でお披露目されたものだったようです。まずは新薬エクシアの武器から。続いてレミュアン。
このディスプレイは昼に訪れた時は幕開く者たちの PV などが流れていました。この辺りは今回実装されたコーデのイラストなど、今回新たに実装されたグレースベアラー、それと15章実装と同時に実装されたアランナ。今回の配布オペレーターであるサンクタミキサー。モンスターのイラストも展示されていました。この辺りは今回の音律のコーデ。ここから先は過去に実装されたオペレーターたちの武器展示。まずはネクラス。続いて U。威嚇ブレイズ。威嚇ソーンズ。コーブラップランド。
ヴィーナ・ビクトリア。ペペ。ウィシャデル。シュー。スオラウ。ムリナール。フィアメッタ。モスティマ。最後にエスカレーター付近にはモンスターのイラスト。武器はこんな感じで細部まで作られており、例えばコーブ・ラップランドの武器には名前が刻印されていたり、ペペの武器にはドヤ顔のネームプレートが付けられていたり、ウィシャデルの武器は細かな部分まで成形されていたり、レクシアの武器にはエンペラーのぬいぐるみがついていたりと、ある意味美術設定資料集よりも細部を確認することができました。正直これが期間限定でしか見られないということ、下手をするともうこれっきりになるかもしれないと思うと、あまりにも惜しい出来でした。願わくば日本でも展示してもらいたいところです。ホテルと飛行機のチケットを予約した時はカーニバルの方も開催される前提で予約したのですが、カーニバルは今年の秋または冬の開催に変更となってしまい、日が空いてしまったこともあり、5月2から3日に開催された同人イベントを見学しました。投稿者は日本の同人イベントには参加したことがないので、くしくも大陸のアークナイツのオンリーが初めての同人イベントの参加というなんとも不思議な状況に。大陸の同人イベントはどちらかというとアクスタやキーホルダー、色紙などのグッズが中心で、この辺りは日本とはかなり違うなといった印象。ちなみに同人イベントでも一切現金を使うことはなく、すべてアリペイまたは WeChatPay での購入でした。この辺りは同じ同人イベントで展示されていたフィギュアやドール。同人イベントで私有体験されていた格ゲー。コスプレイヤーの方が舞台でダンスを披露したりと、いろいろと催しが開催されていました。別日には瞑想という日本でいうユニクロや無印のような低価格の雑貨品を販売しているブランドとアークナイツがコラボしているので、そのコラボショップを訪れました。コラボショップの外観はこんな感じで、かなり特徴的なものにはなっていますが、このコラボショップが開催されているショッピングモールすべてがサブカルチャーに特化した店舗となっているので、この場所ではある意味でこれが普通といえば普通。上海は街中は愚か、保安検査がある地下鉄であってもコスプレができる街なので、このショッピングモール内でもコスプレをして買い物をしている方を多く見かけました。なお、コラボショップを訪れた期間中は WeChat のミニプログラムを介して予約することで来店可能。WeChat 自体は日本の電話番号でも登録が可能ですが、店舗予約は中国の電話番号が必要なので、来店予約も兼ねて先ほど紹介したチョコシムを購入したというわけです。
店舗の中はこんな感じ。と言っても基本的には日本のコラボショップと体型は同じ。グッズが陳列されてあって見本があるという点は変わりありません。価格に関しては、だいたい500円から2500円くらいまでといったところ。ただ、残念ながら在庫は特にエクシや関連はほぼ売り切れという状況でした。というわけで念願の音律当日、今回会場となった場所はメルセデス・ベンツアリーナ。上海どころか中国国内でも最大規模の会場で、タカとしても音律5周年ということで並々ならぬ思いがあったとのこと。その思いに規模は恥じないものとなっており、帰りの際は周囲で交通規制が敷かれるほどの人でした。ちなみに、会場の近くにあるショッピングモールの売り上げは、去年の同時期と比べて 60% 増加したのだとか。また、上海の機関紙にも一面で報道されており、それによれば今回のコンサートでのチケット販売枚数は8万枚だったみたいです。今回投稿者が購入できた席は B 席、本音は A 席や S 席が良かったのですが、さすがに倍率が凄まじいことを考えて B 席を狙ったわけですが、周知の通り B 席も瞬殺という状況だったので正直どこを狙っても変わらなかったのではと思ったり。会場内はこんな感じ。内容に関しては一部を除いて当然撮影禁止なのであまり言えることはありませんが、YouTube だと比較的冷静に見ることができていたのですが、生だと感極まりすぎてずっと目を潤ませていた始末で、生で見れて本当に良かったなの一言に尽きるものでした。不是系列之争，不是系列，系列。You go, I go.